事実、あなたは今一つの問いと向き合っています。逮捕された捕手は6人、そのうち5人は巨人という事実です。プロ野球の捕手にはなぜ逮捕者が多いのか、そしてその所属球団は巨人が圧倒的なのか。これは陰謀論でも特定球団への悪意ある攻撃でもありません。データが示すある不思議な偏りについての純粋な検証です。今日この動画を見終わった時、あなたはデータの読み解き方が少し変わっているはずです。安倍、2026年5月25日、この日付を野球ファンはおそらく長く記憶するでしょう。読売ジャイアンツの安倍晋之助監督が長女への暴行容疑で現行犯逮捕されました。巨人軍は信したれ。この言葉はジャイアンツが長年にわたって掲げ続けてきた球団の魂ともいえるスローガンです。しかし翌5月26日、安倍氏は監督を辞任しました。この事件が報じられると同時にネット掲示板ではある古いリストが再び注目を集め始めました。その名も歴代捕手逮捕リスト。このリストにはプロ野球の元捕手たちの名前と罪状が並んでいます。そしてそのリストを見た多くの人が同じことに気づきました。ジャイアンツの名前が多すぎる。今回の動画ではこの現象、データ分析のプロの視点から冷静に読み解いていきます。繰り返しますが感情論は一切排除します。事実と数字だけを見ていきましょう。歴代、まず掲示板で話題になっている歴代捕手逮捕リストの内容、事実ベースで確認します。リストに名前が挙がっている人物とその罪状は以下の通りです。松岡正樹巨人罪状強盗致傷、杉山直樹巨人罪状強制わいせつ致傷、李慶一巨人罪状強姦、道場隼人ソフトバンク罪状強制、矢沢正巨人罪状恐喝。そして今回2026年5月25日に現行犯逮捕された安倍晋之助巨人罪状暴行。現在掲示板の書き込みを見ると巨人所属の捕手がほぼ全員である点を指摘する声が多数上がっています。ある書き込みにはこうあります。圧倒的巨人率、信したれとは一体。この言葉には強烈な皮肉が込められています。比較、さらに掲示板では他球団との比較も活発に行われています。ソフトバンクの山下は公務執行妨害で逮捕されていますから、このリストに追加されてもしかるべきです。そして注目すべき書き込みが一つあります。捕手じゃなく投手なら殺人2人のロッテ小川セラフィニがやばい。ごもっともこれはロッテの元投手である小川博とセラフィニという2人の選手が殺人に関わる事件を起こしていることを指しています。ネット掲示板では捕手に限らず特定球団やポジションへの言及が次々と広がっていきました。しかしここで立ち止まって考えなければなりません。今回の論点は巨人の捕手がたくさん逮捕されているです。この偏りは本物なのでしょうか、それとも私たちの目が何かに騙されているのでしょうか。検証。ここで掲示板に流れているリスト1人ずつ実際に検証してみます。各選手がどの球団に在籍していたかを事実ベースで確認します。松岡正樹、在籍球団は巨人のみ。1992年から95年まで在籍した選手です。杉山直樹、在籍球団は巨人のみ。村田真一の控えとして長く在籍しました。李慶一、在籍球団は巨人のみ。2000年のドラフトで巨人に入団しています。矢沢正、在籍球団は巨人のみ。V 級時代の控え捕手でした。そして今回の安倍晋之助、在籍球団は巨人のみ。つまりリスト内で巨人に在籍した5人は全員が巨人以外の球団には1試合も出場していない選手です。では道場隼人はどうか。在籍球団はソフトバンクのみ。巨人との接点はありません。山下も同様です。中日やソフトバンク、オリックスに在籍した選手であり巨人歴はゼロです。この事実を整理すると掲示板のリストで巨人経験者が多いという指摘は切り取りでも誇張でもなく数字として正確です。巨人関係者が多いは事実、これは認めなければなりません。以上。ただしここで立ち止まる必要があります。多いという事実と異常に多いという判断は全く別の話です。なぜか NPB は歴代の球団別捕手登録人数を公式データとして公開していません。つまり分母が存在しないのです。巨人が歴代に何人の捕手を在籍させてきたのか、他球団と比べてその比率はどうなのか、これを検証するための正確な数字がどこにも存在しません。5人という絶対数が多いのか異常に多いのか、比率なしには誰にも判断できません。さらに見るべき事実があります。捕手以外に目を向けると巨人の不祥事はこのリストに限りません。坂本勇人の性的スキャンダルはネット上で広く取り上げられました。実際にドームに観戦に行ったことはありますか。打席のたびにケツ穴とヤジが飛びます。場内は笑い声、対戦相手のピッチャーがつられて笑ってしまいプレートを外すことすらあります。原辰徳監督については反社会的勢力の関係者への1億円の資金提供問題が報じられています。その時の隠し子が今はメジャーに。これは別の話でしたね。いずれにしても捕手の逮捕という一つの切り口だけでなく球団全体で見た時に不祥事の密度が高い可能性がデータとして浮かび上がります。なぜ巨人にこれほど集中するのか、球団の構造的な問題なのか、ドラフトや育成の過程に何かあるのか、この問いに対して現時点では誰も明確な答えを
持っていません。データが示すのは事実だけであり、なぜの部分はまだ空白のままです。見解、整理します。巨人関係者が絶対数として多いは事実。記憶に残りやすいからという説明は、実数が出ている以上、説明として機能しない。比率として統計的に異常かどうかは、分母となる歴代星の球団別人数が公開されていないため、現時点では誰にも検証できません。なぜ巨人に集中するのかの因果関係も、データ上は未解明のままです。わかることと、わからないこと、きちんと分けて提示する。それがデータを正直に読むということです。ここで、ある有名な言葉を紹介します。2013年、当時の安倍晋三首相が、東京ドームを訪れた際、安倍晋之助選手当時と対面しました。その時安倍首相はこう語ったと伝えられています。同じ安倍でも私は保守、我々も保守だけれどね。保守と政治の保守をかけたこのユーモア、当時は笑いを誘うエピソードとして語られていました。しかし今、別のニュアンスになってしまいました。近畿、最後に巨人に保守としてドラフト指名された選手たちに共通するある構造を示します。これはやってはいけないことの話です。一つ目、黙認されることで自分は特別だと思ってしまう。安倍晋之助は現役時代、強引なリーダーシップでチームを引っ張り、打率もホームランも稼いだ。そのイケイケさが統率力として機能していたのは、打撃成績という結果がそれを正当化していたからです。しかし、家庭には打撃成績はありません。ハラスメント部分だけが抽出されます。二つ目、過去の栄光にすがること。松岡昌樹は1991年、巨人にドラフト3位で入団し、契約金5500万円を受け取りました。逮捕時の2005年、彼は32歳で無職でした。報道には勤め先に給料の前借りを何度も申し入れる生活とあります。巨人の選手だった自分と無職で前借りを繰り返す自分の間にある10年を埋めることができなかった。10件の強盗で彼が奪った総額は45万円です。入団時の契約金5500万円のわずか100分の1以下の金額のために懲役20年の判決を受けました。3つ目、成功が自分だけの力だと思うこと。プロ野球選手になれる人間は日本中の野球少年の中でもほんの一握りです。彼らは確かにエリートです。しかし、その才能が開花した背後には必ず指導者がいて、チームがあり、環境があり、運がありました。自分がすごいから成功したと考えるのはただの傲慢です。示唆、数字で整理します。松岡昌樹、無職の状態で45万円を強奪し、懲役20年。20年間の一室収入を仮にとし300万円として計算すると6000万円の損失です。入団時の契約金をすでに使い果たした上に、さらに6000万円分の人生を失いました。杉山直樹、13シーズン在籍し、日本シリーズ前夜に逮捕。2番手捕手として積み上げた信頼と実績と残りの選手人生全てをゼロにしました。安倍晋之助、最盛期の年俸は10億円だったと報じられ、19シーズンの推定生涯年俸は30億円超。監督1年目にリーグ優勝を達成し、継続が期待されていた指揮官のキャリアを逮捕翌日に自らを終わらせました。失ったものと得ようとしたもの、その非対称性を数字が示しています。巨人の捕手として生きるということは、日本中の野球少年が夢見ても手が届かない確率の話です。総理大臣になるより難しいんです。その切符を手にしながら滅んだ選手たちは、全員が野球の外の世界で元プロ野球選手という過去にすがり、あるいはそのままのやり方を持ち込み、自分だけの力で来たと信じていた。データはその構造を静かに指し示しています。王貞治敵と戦う時間は短い。自分との戦いこそが明暗を分ける。チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。